こんにちは、トバログです。いや、気づいたらね、もうこの時期ですね、年の瀬になっていて、もう毎年ね、この12月バタバタしながら動画作ったり仕事やったりしてるんですけども、今年もベストバイ動画トップ10を撮っていきたいと思います。そしていつもね、暮らしの道具とガジェット編で分けて撮ってるんですけど、今回はね、ガジェット編ですね。はい、ガジェットで言うと今年はね、たくさんいろいろ物を買っていて、結構ね、今まで持ってたもののアップデートが割と多くて、白くてデザインの良いものにね、買い替えたりとか、あとApple 製品とかゲーミング PC とかね、たくさんガジェット、あとカメラとかですね、ガジェットを買っているので、それをね、紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではね、早速紹介していきます。この動画を見てる皆さんもね、ぜひ今年買ってよかったガジェットコメント欄で残しておいてもらえると僕の物欲がはかどるので助かります。というわけで第10位なんですが、はい、第10位はね、結構ね、地味なアイテムなんですけども、バン&オルフセンのポータブル Bluetooth スピーカービオサウンド A1 ですね。それの第2世代モデルを買いました。個人的にバン&オルフセンのこのね、デザイン的にミニマルで、かつね、北欧デザインっぽい、こういうね、自然派素材を取り入れたデザインがものすごく好きで、もともとはこっちのね、ビオプレイ P2 っていうコンパクトモデルを持ってたんですね。なんですけど、もう少し重くてもいいから、よりね、高音質で広い範囲で聞こえる、Bluetooth スピーカーが欲しいということで購入しています。結構ね、車での旅行とかだったら全然持ち運べるし、部屋の隅に置いといても、Bluetooth でね、接続できるのと、あと充電式なので、普通にどこにでも置けるっていう点が割といいところですね。ちょっと前に撮った動画なんですけど、こんな感じです。結構ね、このサイズながら割とね、音に開放感というか立体感がありつつも全体的にね、部屋を包んでくれる感じがあるので、本当にね、ワンルームとか、1K とかそういう部屋に住んでる人だったら全然自宅用としてもありなのかなとも思います。余談なんですけど、トバログ結構ね、バン&オルフセンのデザインが好きで、こういう本をね、眺めながら誰がデザインしたんだろうとか、どういうのをね、作ってる人なんだろうみたいなのを見るの好きなんですけど、このデンマークのミニマルデザインが得意なセシリエ・マンツさんっていう人がね、デザインして作っているそうです。すでにね、年末年始の旅行に被ってしまってるかもしれないんですけど、もし間に合う人は年末年始これをね、持って出かけてみるのも良さそうです。というわけで、このね、見た目と音質がかなりいいというところでベストバイトップ10としています。はい、続いてトバログ的買ってよかったものベスト第9位がこちらですね。富士通が出している電子ノートクアデルノですね。これは結構ね、想像以上に買ってよかったアイテムです。これね、見た目とかはやっぱりタブレット端末っぽいんで、iPad とどうしてもね、比較されがちではあるんですけど、iPad よりもね、できることは少ないけど、よりね、どっちかっていうとこういう紙のアイテムにすごい近い感覚っていう感じですね。こんな感じで罫線とかいろんなね、スケジュール帳とかたくさんのね、ノートのテンプレートをこの中に読み込ませて40種類ぐらいあったのかな。普段ね、トバログどういう風に使ってるかっていうと、基本的にタスク管理帳的な感じで使うことが多いですね。もともとトバログ無印良品のね、このチェックリストっていうのをずっと愛用してきて、これ多分6冊目とかだと思うんですけど、毎日ね、タスクを書き出して、それを破り捨てながらタスク管理してたんですよ。毎日破り捨てるのもちょっとなんかもったいない気もしちゃうし、何枚もね、デスクに並べておくのもちょっとあれだなと思って、これの置き換え的にこのね、タスク管理をしてるっていう感じですね。もちろんね、iPad とかスマホとか PC でもね、こういう管理できなくはないんですけど、タスクってね、いつも頭の中に入れておきたいから、こうやってね、ずっと表示させておきたいんですよ。で、クアデルノ結構ね、そういう用途にめちゃくちゃ強くて、電子ペーパーを搭載してるから、こうやってね、デスクの上に置きっぱなしでもギラつかないんですよね、画面がギラつかないし、ずっとね、表示させておいてもバッテリーがなかなか減らないので、こうやってね、表示させてカタカタとかやっておいて、あのタスクやんなきゃとか言って次々ね、書き足して
していけるのが本当にペーパーライクで使いやすいっていうところが一つですね。こういう感じでイラストとかねテキストとかを組み合わせながらメモしてたものとかも、小さい画面ではあるんですけど、一旦ね今年はこの中に置き換えて使っています。本当に半年以上ずっと使ってて結構ね便利だなと思いながら日常に浸透してるので、これはねベストバイ第9位としています。ちなみに僕はこのサイズなんですけど、これよりねもう一回り大きい13インチクラスのやつがあって、それもね 350g でめっちゃ軽いので、人によってはそっちの方がおすすめかもですね。はい、続いて第8位なんですけども、第8位はじゃんと iPhone 14 Pro Max ですね。これが第8位となりました。はい、結構ね Apple 製品としてね割と低めなところではあるんですけども、正直ね13 Pro Max からの買い替えでどこまで生活にインパクトがあるかっていう点ではそんなにねインパクトはもたらしてくれなかったので第8位っていう感じですね。こうやって見てわかる通り常時点灯とかはバッテリーが減りやすくなるので、今のところオフにしているっていうのと、あとすごい Apple が推してたダイナミックアイランドに関しても音楽をね再生してる時にタップするぐらいしか使わないので、そこまでね Apple が目玉として発表会の時に出してた機能はあんまりね使ってないっていう感じですね。それでいてバッテリー持ちがねなんか13 Pro Max と比べても全然持たなくて、おいどうなってんだっていう感じではあるんですけども、それでもねベストバイ10入りした理由としてはやっぱりこのカメラですね。なんかセンサーサイズも結構大きくなっていて、今までなんかこうのっぺりとしたもう本当に影も光の場所もないようなのっぺりとした写真だったところが14シリーズになってから本当にねカメラで写真を撮ったかのようなくっきりと立体感のある写真に仕上がりやすくなって、これは本当に今までコンデジとかを持ち歩いてたところが本当に iPhone だけでいいやっていう感じにねカメラ好きからしてもなったので、そういう意味ではやっぱりねベストバイ10入りしたっていう感じですね。ベスト8っていう感じです。Apple Pro RAW で撮った場合だと本当にね画素数も高いし立体感があって編集しやすい画像に仕上がりやすいので、そういった点でめちゃくちゃいいですね。多分ねカメラが好きな人だったら今までで一番ね楽しめる iPhone なのかなと思います。というわけで僕のベストバイ第8位です。はい、続いてベストバイ第7位はじゃんと、はい、こちらのライカ TL2 というカメラ APS-C のミニマルなミラーレス一眼が第7位となりました。もともとねこれの初代のモデルをずっと持っていたんですけども、ライカ M10 っていうね別のカメラを購入して手放しちゃったんですよね。なんですけど本当にこのビルドクオリティというかハードウェアとしてのデザインが本当に好きで、これがねやっぱり忘れられなかったので、おそらくもうこのシリーズはもう発売されないんじゃないかっていうところで思い出的な意味でね購入したところ、写真もバッチリすごく良いというところでベストバイ7位っていう感じですね。このライカ T シリーズに関してはライカのね、カメラが登場して100周年を記念して作られたコンセプトモデル的な感じなやつで、今までのねカメラの操作性とは全く違って本当にねダイヤルとかも必要最小限で、こっち側なんと何にもないんですよ。この物理的なボタンが何にもなくて、画面をねこうタップしながらいろいろ操作していくっていうものなんですね。重さはねそれなりにあるんですけど、サイズ感もコンパクトだし、レンズもこれエルマリートっていう、これに合わせるレンズを使っているのでかなり、コンパクトになるから実質コンデジ的な感じで使ってますね。いつもねコートのポケットとか、あとこういうねカバンの中にズボッと入れて割とラフな感じで持ち歩くことが多いですね。基本的にね普段はこのライカ M10 っていうカメラ持ち歩いて使ってるんですけど、さすがに子供がね動き回るようになってマニュアルフォーカスじゃ厳しいということで、オートフォーカスも使えるライカ TL2 も同じぐらいの頻度で持ち歩いてますね。でもう一つねめちゃくちゃいいのがこのアダプターをかますことでズミクロンとか M 型ライカで使ってるレンズも使えるので、APS-C だから 35mm のレンズが 50mm で使えるっていう点も結構ね、面白くて使いやすいです。本当にカメラの話だけでね動画1本できちゃうぐらい話したくなるんですけど、まとめるとこの見た目のデザインのねミニマルな風合いと、あと出てくる写真が意外とクオリティが高いっていうところ、そして軽くてね持ち運びやすいコンデジ的にも使えるっていうところがやっぱり買ってよかったですね。はい、続いて第6位なんですけども、第6位はこちらですね。じゃん
なんとメタクエストプロ、いわゆる VR の HMD ヘッドマウントディスプレイが結構買ってよかったです。もともとはねここに置いてるメタクエスト2っていうのをずっと使ってて、これ3万円台でめちゃくちゃ使えるんで、一般的にはねやっぱりこっちの方がおすすめではあるんですけど、細かい字をね読むような作業にはメタクエストプロの方がやっぱりいいですね。こうやって装着した時にまずね今何がどこにあるのかとかも全部こうカラーパススルーって言って把握できるんですよ、このカメラ、この VR 機器越しに。それがクオリティとしてはねまだまだなんですけど割と便利だし、あとはねこうやって字を見る時のなんか視野角みたいなのがめっちゃ広いんですよね。特にね文字を読む時、今までこれぐらいのねサイズしか読めなかったんで、こうやって文字を読むためにねたくさん首を動かさなきゃいけなかったんですけど、このねメタクエストプロだと本当にねここぐらいまで文字が読めるので、そんなにこう首を動かさなくても、作業用途だったらかなり使いやすいっていうところが割とポイント高いです。VR って何がいいのっていうのはね絶対体験してもらわないと何にも伝えられないところではあるんですけど、例えばねゲーミング PC を持ってたら、これを装着するとね PC 版のVR ゲームとかも楽しめて、それがめちゃくちゃクオリティ高いんですよね。なんだっけ、ハーフアリンクスみたいな名前のやつ今やってるんですけど、本当にもうその場でいる感覚で超リアルなんですよ。 VR って360度覆う分なんか画面荒くてクオリティ低いんでしょって思われると思うんですけど、そんなこと全然なくて、実際にねその場にいる感覚がこれ1台で楽しめるっていう、エンタメ性もものすごくいいですし、あとVR チャットで飲み会したり実際にねミーティングしたりみたいな、そういうねコミュニケーションツールとしても楽しめるんですね。あと最近ねドリキンさんとも対談させてもらったんですけど、この中にね作業環境全てをね移し替えることができて、これを被るだけで画面がね本当に40インチのモニター 3,4 枚こうバンバンバンって出してね、トレーダーみたいな環境で作業しつつ、だけど持ち物はこれだけみたいな、そういう使い方が割と実用的になってきているので、そういう意味でもちょっとずつ VR で便利になったり面白く使えるので、ぜひね試してみてほしいですね。あと Netflix がめちゃくちゃ豪華な家にいながら、もう本当に映画館みたいな感じでこうね Netflix の世界に没入するっていうアプリもあったりするので、気になった人はねぜひこのお正月休みとかチェックしてみてほしいです。その中で作業したり何かをねクリエイターとして作りたいっていう人にとってはねクエストプロ結構おすすめなんですけど、それ以外の人は全然クエスト2とかあとピコ4とかもねかなり良かったりするので、そういう意味でねベストバイ第6位っていう感じですね。ぜひチェックしてみてください。はい、ここからはねトップ5を紹介していきます。第6位なんですけど、バンとこちらですね。さっきから映っていてトバログで結構最近何回も紹介しているんですが、アナログポケット、これはね3年間待ったっていうタイトルで動画を出して結構ねいろんな人に見てもらえてるんですけど、その待った甲斐があるなっていうぐらい本当にいい感じのアイテムです。プレイカートリッジを押すと、今このゲームボーイのファミコンミニのねスーパーマリオが刺さってるんですけど、こんな感じで本当にね実機さながらのサイズ感と本当に打鍵感というか、ゲームボーイアドバンスとかゲームボーイとかそういうゲームが楽しめるっていうアイテムですね。何回も紹介してるんですけど、ディスプレイめちゃくちゃ高精細で綺麗で、このねアドバンスのドット感を再現したりとか、このゲームボーイアドバンス SP のねドット感を再現したりとか、そういうね見え方とかも本当に実機さながらの感じで再現できるので、これがね本当に地元のゲーム屋さんにゲームカセットを買いに行って遊びに行って初めてねガシャって刺して遊んだ時の感覚のままゲームが楽しめるっていうのが最高なんですね。トバログ幸いたくさんゲームボーイカセットは手元にあってですね、これとかたまごっち2なんですけど、これ小学1年生の時に買ったそのままのカートリッジなんですよね。こういうね思い出のあるカートリッジがよいしょガシャッと挿して、僕が小学1年生の時に買ったカセットがねそのままこの最新のゲーム機で遊べてしまうっていうのがめちゃくちゃエモーショナルなんですよね。
こういうゲームとかって DS とかスイッチとかのねゲームコンソールで遊べたりもするんですけど、なんかこのカセットごとね持ち歩いてそれを交換しながら遊ぶっていうのが、なんかこう音楽のサブスクに対してのカセットテープ文化みたいな感じで、それが結構物として愛情あふれる感じがあって、それをね最大限活かしてくれるのがこのアナログポケットっていう感じですね。買ってよかった理由としてはやっぱりこの見た目の良さ、トバログがめっちゃ大好きなこの白い感じのミニマルな筐体と、なおかつこの思い出のカセットたちがその当時のまま楽しめるっていう点でベストバイ第5位としています。これに関してはね海外のアイテムなんで今のところ多分1年以上待ちだとは思うんですけど、気になった人はぜひねチェックしてみてください。はい、続いて買ってよかったもの第4位は、はい、Apple のね iPad Pro 11インチ、これの第3世代モデル。これは本当に買ってよかったというか、本当に安定していいものですね。これまで iPad mini から iPad 12インチまでだいたい多分10台以上買い替えながら今の人生歩んでるんですけども、なんだかんだねこのサイズがすごいしっくりきているので、これに戻ってくる感じがあります。いわゆるね iPad YouTuber 的に何でもね iPadでクリエイトしてますって感じではないんですが、基本的にねこうやってブラウジングする時も手で持って気軽にこうね縦横自由に動かしながらサクサク読めるので、そういった点では普通にね PC で使うよりもこのね取り回しがしやすいんですよね。で例えばねテキストワークをする時だったら、この Apple がね高いけど素晴らしいマジックキーボードという周辺機器を出しているので、それをこう使いながら、メモしたりとか、あとノート書いたりメール返信したりメッセージやり取りしたりっていうのがね本当に必要最低限簡単にできてしまうっていうのと、本とか雑誌とか漫画とかそういうね紙系の読むものがかなりね鮮やかなディスプレイで、かつサクサク綺麗な表示で読めるので、そういう点ではやっぱり iPad 最強かなと思います。今読んでいるのはこのインベスター Z で、これ全巻で結構3000円とか4000円とか安くね購入できるタイミングがあったので、今これをねがっつり読んでる感じですね。本当にこれを使って特別な意味のあることをするっていうよりかは、そのねテキスト作業と、こういうねインプット系が両方シームレスに行える。そしてこのノート1冊分のサイズ感とこの厚さでねいつでもこういうハーフデイパックとかに入れて持ち歩いて使えるっていう点がかなりね使いやすいですね。めちゃくちゃ取り回ししやすい。あと僕はねあんまり使わないんですけど、こういうね Apple Pencil っていう白くて素晴らしいアイテムもね一緒に持ち歩くことができるので、そういう点で超便利ですね。グイッと Apple Pencil 紛失しやすいのでアカウント名が書いてあります。 iPad はなんだかんだ11インチが個人的にはベストですというわけで第4位としています。はい、じゃあここからはね買ってよかったものベストトップ3ですね。というわけでトップ3紹介なんと2022年買ってよかったガジェット第3位はデルのエイリアンウェア X17R2 ですね。いやこれはね最強ですね。いわゆるねゲーミング PC なんですけど、この表面が白くてマットでちょっとねミニマルな風合いがありつつも、よく見るとこのねエイリアンのロゴがあったりとか、この排気口がごつかったり端子の数がエグかったりっていうね、本当につよつよのゲーミング PC ですね。もともとねトバログ普段はデスクトップ PC で作業してるんですけど、月末からねちょっとオーストラリアに1ヶ月行ったりとか、今年のね半ばとかも本当に2週間3週間ぐらいねいろいろ東北巡ったりとかしてて、そういう中でデスクトップ PC は持ち歩けないからラップトップで、その中でもVR やったりとか動画編集を本当にマックス快適な作業環境でやりたいっていうところでいろいろ吟味して選んだ結果がこのエイリアンウェアだったっていう感じですね。スペック的にもねかなり必要十分で、12世代の i7 のモデルを搭載していて、でかつこの GPU がね 3080Ti っていうめちゃくちゃ強いゲーミングノート PC の中ではかなり強い GPU を搭載してるんですよ。そういうね何一つ不自由なくこういうね VR を接続しても使えるっていう、パワフルさがね最強なポイントですね。であと地味にねウルトラロープロファイルのこのチェリーのねメカニカルキーボードを搭載しているの
ので、このノート PC ながらもかなりね気持ちの良い打鍵感で作業ができるっていう。もう一つね個人的に使ってていいなと思うところは、これディスプレイのサイズが 17.3 インチなんですよ。で 4K サイズなので単純にねめちゃくちゃ作業領域広いんですね。なのでこうやって画面分割して使ったとしても本当に外部ディスプレイを接続している感覚で、このねほぼ等倍表示ぐらいのサイズでいろいろ作業ができるので、日常のね作業的な意味でも相当快適に行えます。でもしね外出先でデュアルディスプレイとか3枚ディスプレイとかで使いたいっていう時は、このねクエストプロを装着すればそのままたくさんの画面で、しかも爆速で作業ができるので、そういう点でやっぱり買ってよかったな、この安心感最強だなっていう意味でベストバイ第3位ですね。これの弱点としてはめちゃくちゃ高いというところですね。今定価買うと80万円超えてきて、クーポン使っても60万円台とかだと思うので、そのねすごい高いっていうところと、あとすごい重たいです。これ窒化ガリウムの充電器なんですけど、窒化ガリウムでも 330W 必要なのでこのサイズになるんですね。でしかもこれね本体も含めるとだいたい 4kg ぐらいになるんで、 MacBook とかと比べると全然重たいです。いつもねこういうデカめのトラベル系のバックパックに入れてこれを持ち運んで使っています。はい、続いて今年買ってよかったガジェット第2位はジン、はい、こちらですね。ロジクールのワイヤレストラックボール M575 のホワイトが第2位になりました。これはね本当にいいです。今まで3つぐらいトラックボール使い分けてきたんですけども、結局ね今使ってるのはこれだけですね。もう本当にこれだけで1日10時間とか作業しています。でこの M575 のいいところがこのスタイリッシュなデザインとカラーリングですよね。かなりねこのデスクの上のアイテムとマッチしやすいっていうこのミニマルさがめちゃくちゃ好きです。ちなみにこのボールはねケンジントンっていうメーカーが出してる別のトラックボールのやつをそのまま流用してるんで、このまま変えるわけではないんですけど、そういった使い方をするのも面白いですね。トラックボールの良さ自体はね前にも動画で紹介してるんですけど、個人的にやっぱりねこの親指だけでグリグリ動かせるから、このね肩の可動域とか体のもうこうやって動かしたりしなくていいっていう点がかなりね個人的には体への負担が少なくて最高だと思っています。テキストワークとかずっとねキーボードを叩く系の作業だったらトラックパッドでもマウスでも何でもいい気はするんですけど、動画編集とか 3DCG のねツールを動かしたりとかで頻繁にねこうカーソル操作を動かしたり、ドラッグ&ドロップとか中央クリック押しながらカーソル移動とか、なんかそういうねクリエイティブ系の作業っていう意味ではやっぱりねトラックボール圧倒的に負担が少ないですね。たまにトラックパッド使ってみたりするんですけど、やっぱりねこの辺の筋がすごい痛くなってくるので、そういうところのね緩和っていう意味でもトラックボールはかなり使いやすいです。もともとはねこれの上位モデルの MX エルゴっていうやつを使ってて、そっちだとね手首の角度をこう変えたりとか、あと使えるボタンがね割り当てられるボタンが1個増えるっていうのがあるんですけど、個人的にはそんなに割り当てのボタン多くなくても使い勝手全然いいのと、あと手首のね角度を調整できなくてもこれそもそも高さが低いので、こう実際にね手に置いた時にすごい馴染む感じがあるんですよね。なんかこう人間工学的にグイってなりすぎず、本当に手に置いた高さのまんまこう使えるので、それがすごい心地よくて、僕にとっては他のマウスとかとも比べて全然疲れにくくて、かなりね使い勝手がいいなと思っています。まとめると見た目の良さと機能性が本当に必要十分、しかもね価格が5000円ぐらいで購入できるっていうね、そのリーズナブルさも含めてかなり買ってよかったなっていう感じですね。毎日ね10時間以上使ってるし本当に手に馴染むので、これは買ってよかったもの第2位としています。はい、続いて2020年買ってよかったガジェット第1位ははい、今までトバログの動画を撮っていたこちらですね。ソニーの α7 IV とシグマのね2470ってレンズ、この組み合わせが個人的ベストバイ第1位でした。本当にねミニマルでもないし黒くて武骨なデザインではあるんですけど、今年のね YouTube 生活ほとんどこれが支えてくれた感じですね。でこの α7 IV ね本当に買ってよかったですね。これまで α7 シリーズはね初代からずっと2、3、4っていう感じでベーシックモデルをねどんどんブログ時代から買い替えてきたわけなんですけど、本当に高い次元で自分の脳内にある情報をね映像化、そして
画像化してくれるアイテムっていう感じですね。これまでのソニーのカメラって映像専用機だったり、写真機専用機だったり、結構ね用途によってスタイルがね2つに分化していた感じがあったんですよね。例えばね写真が撮れるカメラだと映像はね8ビットしか撮影できないとか、映像に特化したカメラだと映像は本当に10ビットで綺麗に撮れるんだけど、画像はね1000万画素までしか撮れないとか、両方やりたいなら両方持ち歩く必要が今までのソニーのカメラはあったんですけど、α7 IV に関しては10ビットでね 4K30p でも撮れるし、写真に関してもね有効画素数3300万画素っていうかなりね必要十分な写真も撮れるので、そういう使い勝手めちゃくちゃいいです。しかもねバリアングルついてて自撮りも簡単にできるんですよね。 YouTube ってそれなりに映像も綺麗に見せたいので、映像とあとサムネも撮るので写真っていう両方がね高い次元で存在していてほしいっていうのがね YouTuber 的な意見なんですけど、それを両方上手に汲み取ってくれてるアイテムっていうところです。この間もねトバログのカメラバッグの中身紹介したんですけど、そこでもねやっぱり持ち歩くのは α7 IV なんですね。こういうねソニーのカメラならではのこのフォーカスのスピード、食いつき、正確性みたいなのがもちろん使いやすいっていうのと、あとこういうねクオリティの高い周辺機器が充実していて、もちろんねサードパーティー製のレンズも結構タムロンからシグマから純正レンズからめちゃくちゃ豊富にあって、いろんなところから選べるのでかなりね汎用性が高いなと思います。でかつねベストバイ1位の中に盛り込んじゃったんですけど、このレンズ自体も相当使いやすいです。これはねシグマの2470の F2.8 同士のレンズなんですけど、この α7 IV とね組み合わせて使うと写真に関しても本当に細かいところまでねカリッと綺麗なね立体感のある描写で撮影してくれるので、サムネはもちろんブログのね写真もかなり撮りやすいし、映像に関してもオートフォーカスもしっかり合うし、かなりねもう写真で切り取ったかのような立体感のある映像に仕上がるので、そういった点でもね本当にバランスよく使いやすいレンズとボディの組み合わせかなと思います。この組み合わせがなかったらトバログあんなにカバンの中身とかルームツアー行けてないっていうのと、あとそもそもね今年1年間の YouTube 活動を本当に何不自由なくねやらせてくれたっていう意味で、このレンズとボディの組み合わせは本当に助かっています。これがベストバイ第1位ですね。はい、というわけで2022年買ってよかったガジェットベスト10を紹介してみました。いや本当にね心から買ってよかったなって思うものがいっぱいあって、割と選ぶの大変だったんですけど、今回はねその見た目的なところ、機能的なところ、そしてよく使っているみたいなねそういう視点から選んでみたっていう感じです。この後に暮らしの道具ベスト10も取っていこうと思うので、ぜひそちらもチェックしてみてください。というわけで来年もよろしくお願いします。トバログでした。